クルレシピ集のみーです。今日も無水鍋を使ってお料理していきたいと思います。今日は、もうすぐお正月が近いので、韓国のお雑煮トッククを作ってみたいと思います。トッククは韓国料理なんですけど、辛くなくってとってもね食べやすい美味しいお雑煮なので、ぜひ皆さんにも作っていただきたいと思います。それでは作ってみます。はい、まずしっかりお鍋を温めて余熱をします。で、余熱ができたところで油を入れるんですけど、ごま油とあとサラダ油を、半々に入れます。しっかり余熱できているので油を入れます。それでは全体に油をなじませて牛肉を入れます。牛肉を鍋底に入れて蓋をして1分ほど待ちます。火の強さは中火で1分ほど経ちました。軽く混ぜながら炒めていきます。赤い部分がなくなるくらいまでしっかり炒めていきます。トックク、子供たちがね大好きなお料理で、お正月じゃなくてもよく食べてます。次はこのだし汁を入れます。で、このだし汁なんですが、こういうパックに入って煮干しとか小エビ、昆布とかいろいろこう入って便利なものが売っているので、私はこれでだしを取ったものを今日は使いました。で、なのでこちらを使っていきたいと思います。では中火で先ほどのお鍋に、少しだけこのだし汁を入れます。多分もう 200〜300cc くらい先に入れて温めます。で、この中にお塩、お醤油、ミョルチエッチョといって魚醤ですね、これを入れます。でない方は普通にお醤油とお塩だけで味付けしてもらっても大丈夫です。これはね韓国ではキムチをつける時などに使うものです。でこれをねつけるとちょっと美味しくなるんですよね。私の義理のお母さんが教えてくださいました。ない方は大丈夫です。では沸騰するまで、煮詰めます。はい、沸騰してきたので先ほどのだし汁をすべて入れたいと思います。蓋を閉めて中強火で加熱していきます。はい、それでは沸騰しました。沸騰したところでニンニクを入れます。そしてお餅を入れます。お餅なんですけれども、こんなお餅です。お餅は 2〜30 分くらいお水に浸してざるにあげたものを使います。お水を浸すことによってお餅がもちもちして美味しくなります。入れます。お餅が柔らかくなるまで煮込みます。で、お餅が柔らかくなってきました。で、この時に味見をして薄かったら塩かお醤油か足してみてください。胡椒も入れます。ネギも入れます。最後に溶き卵を流し入れ、
卵がふわっと上がってきたら完成です。最後に海苔を振って、あとごまをちょっとかけていただきたいと思います。いただきます。美味しいです。最後に入れた卵なんですけど、薄焼き卵にして錦糸卵みたいにして切って最後飾るお家もあるんですけど、私はこうやって溶き卵にしてお鍋に入れる方法が好きなので、今日はこの方法でやってみました。多分ね、おうちでいろんな作り方があると思うので、好きな方法で作っていただければと思います。もう1年が終わるなんてあっという間ですね。この動画が少しでも皆さんのお役に立てると嬉しいです。今日も最後までご覧くださってありがとうございました。それでは皆さん、良いお年を。バイバーイ。